くり勉強チャンネル。こんにちは、ヨウムです。今日も方程式を解きましょう。問題はこちらです。次の等式を満たす実2次正方行列 x をすべて答えよ。x の2乗イコール i。ただし、i は2次の単位行列とします。もしかしたら、両辺を1、2乗すれば x について解けるだろうと思う人も、いるかもしれませんね。ですが、今日の問題の対象はスカラーではなく行列です。少なくとも私の知る限りでは、行列の指定数べきを簡単に計算できません。言葉の説明をしておきます。実2次正方行列とは、その成分がすべて実数である2次正方行列のことです。正方行列はその行数と列数が等しい行列のことで、行数または列数 n を用いて n 次正方行列、と呼んだりします。行列そのものの説明は省きます。また別の機会に線形代数の授業もするかもしれませんね。続いて単位行列です。これは、その対角成分がすべて1で、かつその他の成分がすべて0の行列です。対角成分とは、その行番号と列番号が等しい成分のことですね。正方行列を正方形に見立てて、一つの対角線上にあるような成分なんです。後で登場しますが、2次の単位行列は上段が左から1例で、下段が01の行列です。単位行列はスカラーにおける1のようなもので、情報の単位元でもあります。用語の説明はこの辺りにして、回答に移りましょう。はじめに、ある実数 A、B、C、D を用いて行列 X を表します。すると、与えられた方程式はこのように表せますね。行列においての2乗の操作は、ある行列に自分自身をかけることと同様です。左辺にある行列の積を計算すると、一つの行列で表せます。右辺もその成分を具体的に表示しておきました。ここで、両辺の行列の各成分を比較して、このような関係を得ます。これを踏まえて次の議論に移ります。覚えるなり、メモをするなりしておいてください。回答の続きです。いくつか文字があって複雑なので、場合分けをして考えましょう。まずは a プラス b イコール0の場合を考えてみます。先ほど得た4つの関係を、上から第1式、第2式、と呼ぶことにします。仮定から第2式と第3式は B、C によらずに成立します。また、仮定から A の2乗イコール B の2乗が言えるので、第1式と第4式は同じものを表します。よって、第1式を満たす A、B、C を用いて X をこのように表せます。条件から A を消去して2つの変数で解を表すこともできますね。3つの変数に対して1つの関係しか得られないので、この過程ではこれ以上は文字の値を制限することはできません。よって、これが解の一つで間違いありません。続いて、A プラス B ノットイコール0の場合を考えてみましょう。この過程から、B と C が共に0であると言えます。また、A の2乗と B の2乗が共に1であるともわかるので、過程も合わせて A と B が共に1かマイナス1だと言えます。よって、この場合の解は単位行列かそのマイナス1倍だとわかりますね。解の一つに X イコール I も含まれていることもわかりました。自明ですが。ちなみに、11成分がプラスマイナス1で22成分がマイナスプラス1であるような解は、A プラス B イコール0の場合の解に含まれています。続いて、二つ目の回答を見せましょう。ここでも先の回答と同じように解を成分表示します。ケイリー・ハミルトンの定理から、与えられた方程式に対してこのような関係を得られます。ケイリー・ハミルトンの定理は、可換環状の正方行列はその固有方程式を満たすという定理です。二次正方行列の固有多項式は2次なので、X の2乗は1次で表せるんですね。得られた関係から、A プラス B イコール0ならば AB-BC プラス1イコール0が言えますね。左辺が0行列なので、右辺の i の係数は0でないといけませんから。仮定から AB イコールマイナス A の2乗が言えるので、A の2乗プラス BC イコール1と、先の回答と同じことが言えます。A プラス B ノットイコール0の場合は両辺の成分を比較して、回答1と同じ結論を得ます。結局は両辺の成分を比較しただけなのですが、少しだけ楽な気がします。結論です。与えられた方程式を満たす行列 X は、このように表せることがわかりました。下の側は複合任意としても良いのですが、任意にして増える分が全て上の側に含まれるので、このままにしておきます。さて、補足をします。回答にで用いたケイリー・ハミルトンの定理です。紹介は2次の場合に限りますが、3次以上の正方行列に対しても成り立つように一般化できます。成分を具体的に割り当てなくても、トレースと行列式を用いても表せますね。2次の場合はトレース A イコール A プラス B、デターミナント A イコール AB-BC ですから。
続いて、問題の解釈を述べてみます。与えられた方程式の x は2乗して単位行列 i になる行列でしたね。ですから、x は i の平方根だと言えるのではないでしょうか。左にある通り、i の平方根は無数にあります。そのうち、i 自身でないものを i の原子平方根と呼びたいです。行列でなく複素数の範囲の話ではありますが、1の n 乗根のうち、1ではないものを1の原子 n 乗根などと呼んだりします。それと同じような発想ですね。例でない自然数 n を用いて x の n 乗イコール i という関係を考えれば、今日の問題と同じようにして単位行列 i の原子べき根を得られそうですね。同じように考えれば、任意の正方行列の有理数乗を定義できそうですね。その話はまた別の機会に。次は今日のお話の応用です。今日の問題の解 x の成分 a、b、c、d を用いて有理関数 fx を考えます。f の分母、すなわち cx プラス d が口頭的に0に等しくないとすると、f 同士の合成関数は口頭写像になります。i の3乗根に対しても30の合成が口頭写像になりますし、一般のべき根に対しても同様に言えます。実際に計算してみるとわかることでしょう。ここでは省略します。一次変換の応用の話はまた別の機会にお話ししましょう。今日の授業はここまでです。私のお話が面白かったら、チャンネル登録や高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。